消防士さんいたね。どう？緊張する。緊張するな。パレードお疲れ様でした。緊張すんの？めっちゃ緊張する。なんで？感動したね。退職以来やろ。退職以来です。すごい。なんか、噂通り素敵ないい人でした。僕何が今どんな気持ちですか？会いに来てくださってありがとうございました。頑張ります。YouTube もまさか見てくださってたみたいで、ずっと応援してくださってたもんね。最後いい方とね、素敵な方と一緒に勤務できてよかったね。何年やったっけ、ラスト5年半。5年半か。よかったよかった。ありがとうございました。また関西に帰ってきた時は連絡します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい。 2日間にわたるレインボーフェスタ in 大阪扇町公演、無事に終了いたしました。お疲れ様でした。2日目はあいにくの雨だったのですが、パレード、僕たち札幌に引き続き2回目のアウトジャパンさんのフロート車に乗せていただいて、上から盛り上げることをいたしました。金君どうでしたか？大阪のパレード。そうですね。やっぱ感慨深かったです。消防士を11年していた大阪の街だったので、すごい馴染みのある、知ってる場所ばっかしでしたし、途中で救急車とか通ったりして、同僚とかが乗ってるかもしれへんなとか思いながら見てたんですけど、なんか今は全然自分は別の世界にいて、で消防士をしてる時には思ってなかったような活動をしてるなと思って、しみじみとパレードに参加してまして、また、車の上から皆さんに対して手振ったりとかしてたんですけど、この1年でパレードとか参加するようになって、最初はやっぱりアウェーのところで知らない人たちに手振ったりとかっていうのがもう全然できなくて、なんでこういうことを当事者が頑張ってやらなあかんのかなって疑問に思ってたんですけれども、何回もパレード参加するようになったりとか、フロート車も2回目乗ることができて、なんか強い気持ちを持って手を振り返してもらえなくても自分の方から笑顔で声をかけたりとかできるようになったなっていう自分の成長とかも感じながら、とても楽しい感慨深いパレードとなりました。以上です。コウフェ君は？やっぱ大阪はすごく皆さんが温かくて、沿道の皆さんも温かくて、でやっぱり僕も知っている街をパレード車の上から乗ってハッピープライドと伝えるということができて、なんかすごくジーンとしてしまって、BGM みたいな
音楽もかかるんですけども、僕の曲もかけていただいたりとか、またレディー・ガガさんとか、こう LGBT のこのメッセージの強い、クイーンさんであったりとか、そういう楽曲が流れながら皆さんの沿道の笑顔を見たりとか、一緒に歩いている人の笑顔を見たりとかしていると、すごくジーンとして後半感動して、ちょっとうるうる来てしまいました。非常に温かい気持ちになった2日間でございました。また初日なんですけども、ライブをさせていただいて、そこでも皆さんすごく温かくて、皆さんのこの会場の雰囲気だったりとか、あと友達と喋った感覚であったりとかで、最後ギリギリに選曲決めさせていただいて、しっかりメッセージも僕なりに届けることができたと思っております。で、ライブ後にまさかというようなですね、友達やったりとか、高校の時に付き合っていた元カノであったりとか、本当いろんなサプライズというか、あと京都のね、僕たちが本当に自分たちのソウルフードと思っている定食屋の大好きなご夫婦が来てくださったりとか、本当サプライズだらけの非常に嬉しい2日間でございました。はい、嬉しかったね、いろんな人が来てくれて。そうですね、うん、で僕自身は、消防士をしてた時に、一番お世話になっていた、先輩が、2日目に来てくださって、ちょっとあいにくの雨だったのでゆっくりお話というか長い時間お話できなかったんですけれども、YouTube 見てるよっていうことですごい恥ずかしかったですけれども、応援してるよっていうことなので、すごいっていうのをすごい言ってくれたんで、これからもどんどん、YouTube とかでこういうふうに発信して自分たちができることっていうのをやっていこうと思うので、頑張ってるなって思ってもらえるような活動をしていきたいなと思います。来てくださってありがとうございました。僕も最後その先輩の方とお話をすることができて、金君からもいろいろと、お世話になったという話を聞いていたので、お話ができてすごく嬉しかったです。最後の約ね、5、6年間、多分金君は一緒にその方と勤務することができて、ね、最後本当にいい形で退職することができたんじゃないかなと思って、そういう感謝の気持ちも伝えることができてすごく嬉しかったですし、本当にいろいろとその方にはカミングアウトしてたんだよね。そうですね、途中ではありますけども、ずっと勤務が長かったので、ちょっと言わないとどうしようもない話がもう合わなさすぎて、自分がそうですね、カミングアウトしないとやっぱり一定以上の会話ができなくなるので、もうそれも泣きながらある日突然僕は過呼吸になって仕事中にでその人が心配してくれて、そういうふうな症状になるっていうのは何か抱えてることがあるんじゃないかって言いたくなったら言ったらいいっていうことで、その時に話聞いてもらって、職場でカミングアウトができた、数少ない方だったんですけども、その後も言ってくれてありがとうっていうことで、受け入れてくれて、次の日からもずっと今まで通りに勤務してくれて、でいろいろ心配もしてくださって、で最後まで一緒に勤務させてもらったんですけど、それぐらい思い出したら涙が出るぐらいお世話になった方で、しかも退職してからもある日突然連絡くださって、ニュース見たよっていうことでまた会いたいわって言ってくださったんで、今回再会する運びとなって本当に良かったです。これからもよろしくお願いします。すごいですね。ね、金君はこう働きづらさもちろんあったのはわかるけど、すごくしんどくて無理で辞めたっていうよりは、自分にとってより良い幸せな未来のために辞めたのかなと思っていて、でもその方と一緒に勤務できたのもすごく幸せな形で退職できて、すごくそうですね、良かったのかなというふうに。やっぱり一人でも
自分のことを知ってくれてたりとか、特にもう一緒に仕事同じ担当をしてたので、もう隣にいて一緒の仕事をして、休憩時間ももうずっとこう朝から勤務終わるまでずっとやっぱり一緒に働く人なので、そういう人に自分のがゲイであるとか、家に、ね、同性のパートナーと一緒に暮らしてるみたいなところを言えてたのは、もうやっぱり言えてない人に比べたら全然仕事のしやすさは違ったと思うので、本当に感謝してますし、退職してからもこれからも、また関西帰ってくる時は会いましょうって言ってくれはったので、なんかこれからも YouTube も見てくださってるみたいなんで、すごい心強いです。自分からはやっぱりね、こう連絡しようと思ってもちょっとこう踏みとどまってしまうところがあったけど、今回こうやって声をかけていただいて、しかもプライベートイベントに顔出しに行くよなんて言ってくれて、すごく僕も隣に見させてもらって、すごく嬉しい、体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。あとさ、なんか YouTube 見てますとかさ、チャンネル登録してますとか、今回めちゃくちゃ多かったです。喋りかけてもらって、どっかで見たことあると思ったら登録してましたとかね、いろいろとこう動画の中の反響とかも伝えていただける方も非常に多くなって、すごく嬉しかったです。はい、関東から大阪まで来てくださった方もたくさんおられたので、本当ありがたいなと思います。11月は九州ですかね。11月九州の、レインボーブライド行く予定なので、また事前にお知らせしたいなと思います。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。